水耕栽培の仕方ということで、How to もので今回はお教えいたします。私の経験からいろいろやってみて、この方法が一番いいように思えています。2021年12月1日、本日は水耕栽培で葉物を育てていますので、その様子をお教えしたいと思います。約1ヶ月、11月の2日に種まきをしました。そしてちょうど1ヶ月で今後ろにあるような状態で、ものが成長してきていますので、そちらを紹介いたします。約1ヶ月前の12月2日の日に、こちらにあるようにチマサンチュ、サラダ菜、ケール、後ろにはサラダ水菜、そしてサニーレタス、ちょっと他のものもこちらの方に育っています。種をまいただけで実際には約1ヶ月でこのように成長してきています。もうすでにいろいろなものは食べ始めているんですが、毎日家内と2人だけで食べるには十分な量が取れています。どのように作ったかっていうことを少し見せていきたいと思います。昨年は水耕栽培をしてもなかなか上手に育てませんでした。その理由はどういうことかというと、光量が少なかったんですね。実際私は物干しの一部の部分を改装して、この部分に、押し入れみたいなところですねに作りました。で、幅が1メートル弱の幅なんですが、そのところに埋める電球に苦労しました。去年はちょっと見えるかな、ところどころに赤いランプがついている3本の LED ライトで、したんですが、水耕栽培用の LED ライトを使ったんですが、光量が少なくって全然成長することができませんでした。ですから今年6000ルーメンぐらい出る、LED ライトを4本追加しまして、それで、今年は始めています。空気を入れなければいけないので、空気のためにこの GXE エア 6000WB っていうのを使ってパイプでここに分岐し、今6個の水槽に空気を送っています。後ろにあるこのような水槽は、これはダイソーで100円で買ったものですね。前の方のやつもちょっと小さめのなんですけど、ダイソーで買いました。1個100円です。蓋をなしでできます。そしてその上に発泡スチロールの板をホームセンターで買い、それにちょっと穴を開けて、このように穴を開けて、行っています。そこの中にスポンジを入れ、スポンジの上にですね、種を置いただけです。ですけど、このようにチマサンチュも十分食べれる量になってきました。ちょっと影があるところとか硬いところが出てますけど、またサラダ菜も十分育っています。水菜もありますけど、でケールも十分育っています。発泡スチロールにした理由は、去年は穴を開けてこのようなカップにまず下にねスポンジを入れて、それで育っていたんですけど、だんだん水の量が少なくなってくると、その水の量が減ったことによって根がむき出しになったりし、それによって枯れてしまったっていう原因があったんですね。この発泡スチロールにすることによって、発泡スチロールは水の上に浮いてますので、減ってきたらその状況がわかるっていうことです。有機栽培で全てのものを作りたいと願っているんですが、有機、難しい、ところですね。実際にはこれを育てるために水とこちらにあるハイポニカっていうものを使っています。
液体肥料のハイポニカ。これを使うことによって水だけではなく、野菜に十分養分がいくようにして、育てるようにしています。まあね、pH はいろいろ測るんですけど、そしてこのところにも、実際にはこうやって、100均で買ってきたシートを貼って光が分散するように、心がけていますね。で、今はちょっと開けてるからあれなんですけど、温度はだいたい30度近くでキープされます。前のところにもちょっとカーテンのように同じ、素材のものを使っていますので、それでできています。まあ1ヶ月やってみて、の感想ですけど、この光量を増やしたことによって十分、成長するっていうことが分かりました。私の場合、電気とエアを送る、空気を送るためにこちらにあるタイマーを使って行っています。そしてタイマーの横には扇風機、USB の扇風機を使って空気を循環させています。空気をある程度回しておかないと虫がついたりいろんなことがありますので、空気を回すようにしています。タイマーの設定は朝の5時から夜の8時まで、結構長い時間ですけど、光を当てるようにしています。それによって野菜たちが夏だなっていうふうに感じるような設定にしてあります。ですから今12月1日ですけど、十分ケールも育ってきていますし、このような形でいくんじゃないかなと思います。少し LED ライトについて少し追加しますと、私の場合このように電源をジャンプさせるタイプの LED ライトをアリーエクスプレスで中国から購入しました。1本あたりだいたい800円ぐらいですかね。これは90センチの幅なんですけど、日本でいろいろ探して90センチ幅の LED ライトが少ないものですから、中国で買うことにしました。100均で買ってきたこのようなね、チェーンですね、プラスチックチェーンで高さを調節しています。こちらの方は傾斜をつけているんですが、だんだん、水菜が大きくなってきましたので高めに、こちらの方に行くとちょっとスロープをつけている状態です。廃材でほとんどやってるもんですから、お金をかけなくいろんなものが余っているものでやろうっていうことで、実際のこと言うとこの棚も余っていたテーブルがあったんですけど、テーブルを使って、作りました。ですからそうですね、これにかけてるお金っていう言い方するとやっぱり1万ぐらいはかかってるかな。十分食べ物が毎年育つんだったらいいかなと思っています。ただ問題点を少しだけ説明しますね。光量が強くなることによってどういうことが起こっているかというと、水に藻ができ始めました。緑になってきてますね。他のところも根っこもきれいに成長してくるんですけど、このようにチェックしなければいけないのは、この根が緑にならないように一応チェックするようにしています。これも藻がいっぱいついてきてますけど、根はきれいに成長しています。葉っぱがだんだん大きくなってくると、蒸散量っていうか、葉っぱが水を吸う量がだんだん増えてきますので、水をそうですね、1週間に1回ぐらいはチェックして、水を増やすようにしています。ただその時に液肥をあんまり増やすとかそういうことはしずに、今は普通の水道水をちょこっと足してるだけです。こんな感じで水耕栽培が今回の回に関しては成功しているっていうことで報告までいたします。